皆さんこんにちは、ゆいです。私たちの日常日本語チャンネルへようこそ。こんにちは、あきらです。今日もゆっくり自然な日本語で話していきましょ日本の大きな連休、ゴールデンウィークが終わりましたね。皆さんはどう過ごしましたか？う。ゴールデンウィークは毎年4月末から5月の初めにある日本の長い休みのことですね。はい。実は私たちもこのゴールデンウィークに一緒にお出かけしたんですよね。そうでしたね。2人で鎌倉と江ノ島へ日帰り旅行に行きました。日帰り旅行というのは、ホテルなどに泊まらずに、その日のうちに家に帰ってくる旅行のことですね。そうです。気軽に行けるのでいいですよね。でも連休中の鎌倉は想像以上に人が多くて驚きました。本当にそうでしたね。最初は人が多すぎて少し疲れましたけど、結果的にはすごく楽しかったです。いろいろなことがありましたからね。今日はその時の小さな旅の思い出を皆さんにのんびりシェアしたいと思います。旅行の時に使える便利な言葉もたくさん出てくるので、ぜひリラックスして聞いてくださいね。まず朝の出発の時から大変でしたよね。駅に着いた瞬間、人の多さにびっくりしました。とにかく電車が混んでいましたね。電車が混んでいるというのは、人がたくさんいてぎゅうぎゅうになっている状態のことです。私は普段あまり混んでいる電車に乗らないので、最初は少し息苦しくて大丈夫かなって不安になりました。ゴールデンウィークはみんなが一斉にお出かけするので、特に観光地に向かう電車はどうしても混んでしまいますね。そうですよね。でもしばらく経っているうちに、周りの人たちもみんな楽しそうに話しているのに気づいたんです。家族連れや友達同士のグループがたくさんいましたね。みんなこれから始まる休日にワクワクしている感じでした。その明るい雰囲気を感じたら、私もだんだん楽しくなってきました。それに、電車が海沿いを走り始めた時は、車内の空気が少し変わりましたよね。はい。窓の向こうに青い海が見えた瞬間、あ、海だって思わず声が出ちゃいました。ゆいさん、本当に嬉しそうでしたよ。あそこから一気に旅行気分が高まりましたね。人が多くて少し大変でも、やっぱり新しい景色を見ると疲れなんて吹き飛んでしまいます。目的地に着くまでの移動の時間も、後から振り返るといい思い出になりますからね。そしてついに鎌倉駅に着いたんですが、改札を出た瞬間、さらにたくさんの人がいて圧倒されました。有名な小町通りという商店街は歩くのも少し大変なくらい賑わっていましたね。でも、あの賑やかな雰囲気、私は結構好きです。美味しそうなお店がたくさん並んでいて、いい匂いがあちこちからしてきました。お団子やおせんべい、抹茶のアイスクリームなど食べ歩きできるものがたくさんありましたね。私たちもすぐに抹茶のアイスを買って食べましたよね。すごく濃厚で美味しかったです。ただ人が多いのでぶつからないように気をつけて歩く必要がありました。そうですね。お祭りみたいな活気があるのはいいんですが、ずっと人混みの中にいると少し気疲れしてしまう自分もいました。そうですね。だから少し休憩しようと思って海の方、つまり江ノ島の方へ移動することにしたんですよね。はい。江ノ電という可愛い電車に乗って移動する予定だったんですが、そこでも長蛇の列でした。駅の外まで人が並んでいて、乗るまでに随分時間がかかりそうでしたね。だから思い切って少し歩いてみることにしたんですよね。天気も良かったですし、海沿いを少し散歩しながら向かうのも悪くないなと思いました。その判断があの後のハプニングの始まりだったんですけどね。メインの通りから少し外れて歩き始めたんですが、私が地図のアプリを見ながら案内したんですよね。はい。こっちの道の方が近道みたいですよ、と言って、ゆいさんが先に立って歩いてくれました。でも、歩いても歩いても海が見えなくて、途中であれ
おかしいなって気づきました。完全に道を間違えていましたね。道を間違えるというのは、行くべき正しい方向とは違う方へ進んでしまうことです。本当にごめんなさい。私、方向音痴なのに自信満々に案内してしまって。全然気にしてないですよ。旅行中に道を間違えるのはよくあることですから。アキラさんが全然怒らないで、これも探検みたいで面白いですねって言ってくれたのですごくほっとしました。せっかくの旅行でイライラしてももったいないですからね。それに、知らない街を歩くのは嫌いじゃないんです。そう言ってもらえると救われます。でも、周りに他のお客さんもいなくなって、普通の住宅街に入ってしまった時は少し焦りました。確かに、さっきまでの観光地の賑やかさが嘘みたいに、急に静かになりましたよね。そうなんです。古い日本のお家が並んでいて、お花がたくさん咲いている細い道に出ました。結果的にあの間違えた道がすごく良かったんですよね。そうなんです。道を間違えたそのおかげで、とても素敵な風景に出会いました。そのおかげでというのは、何かのおかげでいい結果になった時に使う言葉ですね。ネガティブな出来事がポジティブなことに変わった時に便利です。はい。観光客が誰もいない静かな道で、鳥の鳴き声だけが聞こえてきて、すごく落ち着きました。鎌倉の本当の日常の風景を見たような気がしましたね。古いお寺の屋根が見えたりして。ええ。私は予定通りに有名な観光地を回るのも好きですが、こういう地元の人が生活している空気を感じるのも大好きなんです。ガイドブックには載っていないような景色を見つけると、少し得をした気分になりますよね。まさにそれです。間違えた道が、まるで私たちだけの秘密の道みたいに思えてきて、ワクワクしました。ゆいさん、さっきまで焦っていたのに、急に元気になりましたよね。あはは、ごめんなさい。でも本当にあの静かな時間があったからこそ、人混みの疲れが少しリセットできた気がします。確かに、あのまま人混みの中を歩き続けていたら、もっと疲れていたかもしれませんね。そうですね。だからたまには道を間違えるのも悪くないなって、その時本気で思いました。そして、その道をさらに進んでいった時に、あの場所を見つけたんですよね。はい。ふといい香りがしてきて、顔を上げたらとても小さなカフェを見つけたんですよね。小さなカフェを見つける。普通の一軒家のような建物だったので、最初はカフェだと気づきませんでした。入り口に小さな木の看板が出ていて、そこからコーヒーのいい香りが漂っていました。ちょうどたくさん歩いて喉も渇いていたし、ここで少し休んでいきましょうかとなりましたね。お店の中に入ると、アンティークの家具が置いてあって、とても温かい雰囲気でした。マスターも優しそうな方で、笑顔で迎えてくれましたね。観光地から離れているからか、お客さんも私たち以外に一人しかいなくて、本当に静かでした。窓際の席で座って、庭の緑を見ながら飲むコーヒーは最高でしたよ。私はこのお店に出会えた瞬間、今日一番の喜びを感じました。ネットで調べてもなかなか出てこないような、まさに隠れ家みたいな場所でしたね。ええ、道を間違えなかったら絶対に気づかなかったお店です。そう考えると、迷子になるのも素敵な出会いのきっかけになりますね。席に座ってゆっくりしていると、急に足が重く感じて、ああ、私歩き疲れていたんだなーって実感しました。歩き疲れる。長い時間歩いて足や体が疲れてしまうことですね。あの時は二人ともかなり歩いていましたから。でもあのカフェで食べた手作りのチーズケーキが本当に美味しくて。甘さ控えめでコーヒーにとてもよく合っていましたね。はい。疲れた体に甘いものが染み渡って一気に元気が戻ってきました。あのお店で次にどうやって海の方へ行くかゆっくり地図を見直すこともできましたしね。ええ、マスターが
ここをまっすぐ行けば海に出られますよって優しく教えてくれました。地元の人とのちょっとした会話の旅行の醍醐味ですよね。本当にそう思います。ただ綺麗な景色を見るだけじゃなくて、そこで出会った人や温かい時間が旅行を特別なものにしてくれます。ゆいさんの言う通りですね。あのカフェでの時間はただの休憩じゃなくて心まで休まる時間でした。はい。もし予定通りに電車に乗っていたら、あんなにリラックスした時間は持てなかったかもしれません。そうですね。しっかり休んだおかげでまた歩き出す準備ができました。そしてカフェを出てマスターに教えてもらった道をまっすぐ進むと、ついに海が見えてきました。ちょうど夕方になっていて、空がオレンジ色に染まり始めていましたね。波の音が聞こえてきたとき、なんだかとても感動しました。夕日を見るという目的が最高のタイミングで叶いました。夕日を見る。日が沈む美しい景色を眺めることですね。遠くに江ノ島のシルエットが浮かんでいて、絵はがきみたいな景色でした。砂浜に座って二人でしばらく無言で夕日を眺めていましたよね。波の音と涼しい風がとても心地よくて、言葉はいらないなぁと感じる瞬間でした。私、あの時思っていたんです。今日一日いろいろあったけど、最後に見る景色がこんなに綺麗で、本当に良かったなって。終わりよければすべてよしという言葉がありますが、まさにその通りでしたね。はい。歩き疲れた足の重さも、人混みのことも、この夕日を見たら、全部いい思い出に変わりました。周りにも夕日の写真を撮っている人や、のんびり散歩している犬がいて、とても平和な時間でした。太陽が海に沈んでいくのを最後まで見届けてから、ゆっくり帰りの駅に向かいましたね。帰り道はもう二人とも大満足という顔をしていましたよ。今回のゴールデンウィークの小さな旅は、本当にずっと思い出に残る素敵な一日になりました。思い出に残る。いつまでも心の中で大切に覚えておきたい特別な記憶になるということですね。私は今まで旅行に行くときはきっちりスケジュールを立てて、その通りに動かないと不安だったんです。あ、そうだったんですね。今回は電車に乗れなかったり、道を間違えたり、予定外のことばかりでしたね。ええ。でも予定通りに行かなくても、こんなに楽しい思い出になることがあるんだって今回初めて気づきました。それは素晴らしい発見ですね。旅行の面白さはそういう予想できないところにあるのかもしれません。はい。失敗したと思ったことが実は素敵なカフェへの入り口だったりするんですよね。私たち人間は思い通りにいかないとストレスを感じやすいですが、少し見方を変えると新しい世界が広がります。そうですよね。これからももし何かハプニングがあったら、これも面白い思い出になるかもって思えるようになりたいです。ゆいさんならきっと大丈夫ですよ。今回はゆいさんのその柔軟な心のおかげで、私もとても楽しめました。嬉しいです。あきらさんが慌てずについてきてくれたからですよ。またいつか違う季節に同じコースを歩いてみるのもいいかもしれませんね。さて、今日は私たちのゴールデンウィークの小さな旅についてお話ししました。混雑する電車や道を間違えたおかげで見つけた小さなカフェなど、予定通りに行かない楽しさが伝わったら嬉しいです。皆さんも旅行で何か予定外のハプニングがあったら、ぜひポジティブに楽しんでみてくださいね。もし今日のエピソードが気に入ったら、ぜひチャンネル登録と評価をお願いします。皆さんのコメントもいつも楽しく読んでいます。旅行の失敗談などもあれば、ぜひ教えてください。そして今日の会話の内容を文字で読みたい方は、一番上の固定コメントからスクリプトをダウンロードできますよ。新しい単語や表現の確認に、ぜひスクリプトを見ながらもう一度聞いてみてくださいね。それでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。さよなら。